皆さんこんにちは、ゴイサブのマスターです。今日はですね、見えています通り、シューズの紹介をしていきたいと思います。このシューズなんですけど、見えている通りですね、リトルプレゼンツ社の、ウェーディングシューズになっていて、結構買ったのはだいぶ前なんですけど、ちょっと今回紹介していこうかなという形で動画を撮影しています。で、型番がですね、リトルプレゼンツの、SH10 っていうモデルで、名前がですね、ライトウェイト WD シューズ2という形で、型番になっています。で、この靴なんですけど、マテリアルがポリエステルと、合成レザーということで、もともとはね、ソルトじゃなくて、フレッシュウォーター用の、ウェーディングシューズだと思うんですけど、今回ね、理由があってこれを買っています。で、その理由というのはですね、足の大きいロックショアアングラーはですね、現在、巷に出ているロックショア用の、ウェーディングシューズ、フェルトスパイクとかですね、サイズが合わないかと思います。だいたいですね、大きくても 28.5 とか29とかでですね、結構足のサイズが、限られてきてるんですね。で、自分とかもですね、結構足が大きい方なので、今までなかなかね、みんなが履いてる、例えばですけど、マズメとかね、シマノのとか、そういうメジャーな、ウェーディングシューズとかサイズが合わなくて、購入できなかったんですけど、今回この紹介するリトルプレゼンツのウェーディングシューズはですね、比較的大きいシューズを、販売している会社になります。で、今回買ったサイズがですね、US11 っていうサイズで、センチで言うとですね、28から29センチっていう形の、ウェーディングシューズになってます。で、ウェーディングシューズ用なので、防水靴下を、加味したサイズになっているので、普段自分が履いているデックスシェルの、靴下を履いたとしても、これでちょうどいいっていう形の、ウェーディングシューズになってます。で、過去にですね、同じリトルプレゼンツのシューズで、US12 っていうのを買ったことがあったんですけど、それは逆にでかすぎて、ブカブカすぎたんで、ちょっと合わなかったんで、今回ですね、一つ下げて US11 っていうね、サイズを購入しています。で、このサイズというかカラーなんですけど、オリーブグレーっていうカラーですかね。はい。で、確かこれ1色だけだと思います。定価が 14,080 円。本体が、12,800 円の、税込みの価格なのかな。確かこれは Amazon で購入していたと思いますんで、概要欄の方にリンク貼っておきますので、興味ある方は見てみてください。じゃあちょっと外観の方を見ていきたいと思います。色としては、オリーブグレーっていうことで、結構シックな色合いになってます。ブラウンとか、オリーブ色のね、ここの部分とか、あとは他の全部黒ですね。で、こういう形で、結構見た目も、自分は好きな色合いですね。ソールのタイプなんですけど、これフェルトオンリーです。このモデルはですね、フェルトピンでは発売してなかったので、自分はこのソールタイプのを購入してます。で、後々ですね、見せたいと思うんですけど、追加で自分で、ピンを打っていって、イストバで滑らないような形でカスタマイズしていきたいと思ってます。で、あと横にですね、水が入った時の、なんていうんですかね、水抜き用の穴が、両サイドに、あるっていう感じですかね。この辺のピンとかもすごいしっかり見た目はしているんで、使用後ね、しっかり洗っていけば、使用の腐食とかもね、ある程度抑えられていくんじゃないかなと思いますけど、でももともとソルト用じゃないから、もしかしたら簡単に結構錆びて、破損するのかもしれないですけどね。ちょっとその辺は実際使ってみいって、どうなるかっていうところですかね。靴の硬さはちょっとわかるかわかんないですけど、しっかりしてるんで、つま先もね、硬いんで、磯靴ではたぎったとしても、いいと思います。はい。で、このシューズの重さなんですけど、片足で 536g ですね。はい。ただこれ一応、ライトウェイトなんで、他のモデルよりは、軽い、モデルになってますね。で、過去に履いていたアングラーズデザイン社のウェーディングシューズはもうちょっと軽かったと思いますけど、これはこれでいいのかなっていう感じですね。なんでもうちょっとピンを打つんでもうちょっと重くなるけれど、これは多分大丈夫だと思います。はい。
はい、じゃあこれからですね、実際に、ソールの方にピンを打ち込んでいきたいと思います。はい、じゃあこれでここからですね、ソールにピンを打っていきたいと思います。で、このピン自体はですね、以前アリエクスプレスの方で、タングステンという風に記載があって、購入したものになります。実際これがタングステンなのかわからないですけど、一応表記はタングステンでした。はい。で、さっき数えたらここにですね、44個あるんで、片足22個ずつ、ピンを打っていこうかなと思います。ちょっと1箇所だけ打って残りは全部早送りっていう風にしたいと思います。打ち込むのも、こんな感じで簡単に。はい。こんな感じで、簡単に打ち込めました。で、これをね、適当に、打っていきたいと思います。はい、っていう形で片足分が終わりました。かかとの部分に8個で、前の方に20や11個つけて、合計19個ですね。片足22個まで使おうと思ってたんですけど、とりあえずこれでいいかなっていう感じですね。はい。ちょっともう片足もやるんですけど、作業としてはこんな感じです。さすがにこんだけピン打ってればね、かなり、磯場でのね、グリップ力が増すんで、いいと思います。で、実際市販されてる、スパイクでもね、後からこういった形で、ビスっていうか、ピンを自分で打つとグリップ力が上がると思うんで、おすすめです。で、ピンが抜けたらまた打ち込めばいい話ですし、このピンは実際もう、岩場と擦れるんで、どんどんすり減っていくんで、ずっとね、残ってるもんではないんですけど、これが減る分、このフェルト部分のね、消耗も抑えれるんで、滑らないし、フェルトの残りもいいんで、おすすめです。はい。で、このピンなんですけど、購入した時にね、こういう一緒にこの打ち込むやつが入ってきたので、これを使ってます。ものによっては、過去にね、一回普通のホームセンターで、普通のネジ買って打ち込んだこともありました。別にそれもそれで、良かったですね。安いし、たくさん入ってるし。で、このタングステンのやつも買った時は100個入りで、また別の靴にもう半分ぐらい使ってたんだね。残り今日44個でしたけど、購入した時は100個入りでした。多分もう売ってないのかもしれないですけど、ちょっとわかんないですけどね。はい。はい、という形で、このね、リトルプレゼンツの SH10 の、ソールフェルトモデルかを、カスタマイズで、フェルトピンに、こういう風なカスタマイズを行いました。この靴でね、多分、来シーズンは、頑張っていこうと思います。ちょっとすぐ履く予定はないので、耐久性とかね、このピンのね、耐久性やら、この靴自体の耐久性のレポートはまだまだ先になると思いますけど、こういった形で、物の紹介っていう形になります。はい、以上でですね、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。後でね、この動画撮影をし終わった後、残り半分を、ピンを打って、作業完了という形にしたいと思います。はい、ですね、ゴイソ部の方では、当分、磯場に出る予定はないんで、実況の動画は、だいぶ先ですかね。もうシーズン今オフシーズンなんで、もうほとんど魚が出ない状態なので、実況動画はちょっと出せない状況ですけどね。で、これちょくちょくオフシーズンなんで、道具の紹介系とかの動画を上げていくと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。はい。
ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。で、あと、ご遊ぶ各種 SNS やってます。インスタ、ツイッター、Facebook、あと LINE アットもやってますので、よければ登録の方お願いします。はい。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。